はい、どうも D エコ電機です。これまでに自作 PC や DIY 系の動画をアップしてきたのですが、なんだかんだ言って一番人気があるのは PS2 の魔改造をしてパソコンにしてしまおうという企画でした。現在も新たな企画に向けて進行中なのですが、 PC のパーツが揃うまでにもう少し時間がかかりそうです。ということで今回は全6回にわたって編集した PS2 の魔改造を再編集して1本にまとめてみました。魔改造のきっかけは PS2 がお亡くなりになったこと。電源は入るのですがソフトを読み込まず使えません。使えないというよりも使っていませんでした。ずっと倉庫に眠っていたわけです。ただ使えない、使っていないからといって捨ててしまうのはもったいない。やっぱり PS2 ってこの時代になってもごつくてかっこいいなと感じてしまいます。先ほど言ったようにこの PS2 ゲーム機として使っていませんでした。そこでこれをパソコンにして新たに生まれ変わってもらおうというのが事の発端でした。そんなことを話している間に分解作業は進んでいきます。PS2 の底の部分に隠されているネジを取り、中身を取り出していきます。基板とホコリがびっしりと詰まっていました。全部取り出し、簡単に掃除をして PC パーツを組み込んでいきます。これが PS2 の下の部分です。内寸で縦 150mm、横 300mm です。この中に PC パーツを組み込むため購入したパーツがこちらです。ベアボーンキットアスロックデスクミニ A300 ミニ STX というマザーボードの規格で縦横 155mm、 PS2 の中に入れるのにぴったりのサイズです。中にはベアボーンキット、SATA、巨大な AC アダプター、貧弱そうな CPU ファンが入っています。 CPU はAMD Ryzen 5 3400G、 CPU ファンにノクチュアのトップフロー型ロープロファイルクーラー、その他 8GB のメモリや Wi-Fi 受信機を取り付けています。画面に映っているクルーシャルの SSD は設置場所を確保できなかったので取り付けませんでした。後日 M.2 SSD を購入、取り付けました。こんなに小さいマザーボードは見たことなかったのですが、組み立ては普通のマザーボードと同じです。レバーを引き上げ CPU の方向を間違えないように取り付け、レバーを引き下げる。メモリーは切れ込みと合うように取り付けます。結構入れるのが硬かったです。CPU ファンを取り付ける前に CPU の上にグリスを乗せ CPU ファンを取り付けます。これは後ろからネジ止めするタイプでした。 PS2 に乗せてみるとこのようにぴったりサイズです。ただこのままではデスクミニと PS2 があらゆるところで干渉してしまいます。そこでここから始まるのが地獄の削り作業でした。いろいろと手を尽くして削りました。超絶時間がかかったので削り作業メインの動画もアップしたのですが、再生数は PS2 魔改造動画の中で最低でした。ということで削り作業はこの動画では大幅に削らせていただきます。その他スイッチを PS2 に取り付け DVD ドライブも取り付けました。本来であれば 3D プリンターなどを使ってぴったりと位置が合うようにするのがいいと思うのですが、そのような機材はないのでパテや瞬間接着剤を大量投入して PS2 にくっつけていきました。その後も追加の USB 端子を PS2 に穴を開けて取り付けたりと困難を乗り越えてきましたが、
ここに来て最大の失敗をやらかします。前面パネルの部分です。前面パネルにはデスクミニのケースのものを切り取って貼り付けようと思ったのですが、ホットカッターで切ったせいで切り口は汚くなり、さらになぜこんなに切ったのかというくらい切りすぎです。最終手段としてパテで埋めましたが、どうしても色が合わないです。ということでスプレー塗装開始。パワープレイに打って出ます。まあ色は同化されましたが、どう見てもおかしい。光の反射でパテの部分だけテカって見えます。今回の一番の反省点になりました。反省点はあったものの、一番大事なのは動くかどうかというところ。PS2 の上部にあるスイッチや DVD ドライブのケーブルを基板につなぎドッキングしていきます。なんとか収まり、動作確認もできて Windows もインストールできました。動作確認のため Apex で遊んでいると CPU 温度が MAX で106度、爆発寸前です。ということで購入したのが 50mm ファン2つ。これを家に転がっていた金具と結束バンドで固定。基板横にスペースがあるのでそこに設置し、空気を基板に送ることで冷却性能をアップさせます。効果はてきめんで FF15 ベンチマークや Apex で遊んでみても CPU 温度は MAX で89度でした。まあこれでも十分熱々なのですが、この PS2PC では主にインターネット検索や動画を見るのに使う予定なので、そこまで発熱はしないと思います。ということで初めて YouTube 投稿でこの企画を行いました。反省点はあったものの、ちゃんと動くし、何より昔から使っていた思い出の PS2 が蘇ったみたいで嬉しかったです。今後もディエゴ電機では PS2 魔改造企画を超えられるような動画を作っていきたいと思うので、面白いと感じていただけたらぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。